毎日が挑戦やねん。で今出発して彼らが次にここに戻ってくるのは1年後高知のカツオの特徴って、季節によりけりかもしれないですけど、なんかあるんですか？あんまりこんなん来なかったけどね。好きな間食べない。赤黒いですね。そうそう、こんな感じで。おー、綺麗。うわー、やば。うまそう。あんま東京じゃ食べないですよ。ブレを？これ白身ですか？ブレ白身。メジナですね。メジナ。メジナっていうの？ブレ。これはカツソーダガツオ。姫カツオかなんかに。これはカツオ。オ。とんかつですか？美味しそう。ふっくふくっすね。高知のカツオって釣りですか？これ釣り。めっちゃうまそう。すごい。行ってもらいや。ここは、いわゆる市場ですよね。そう、市場ですね。はい。須崎漁港。須崎漁港になりまして、はい公設の地方卸売市場になります。はい、昨年から市場の改修が始まりまして、はい、高鮮度衛生型、密閉型の市場になってまして、衛生面を重視した、国内でもあまり数がない高鮮度の市場になっています。さあ、毎日はい朝に早朝に漁師さんが取ってきて、はい、ここに魚がわーって取れた分があって、競りが行われて、はい、この魚屋さんが買い付けに今来てるっていう状態で、それがもうちょっと終わった今ぐらいって感じですね。終わってしまったとか。春夏秋冬で代表的な、有名な魚種、メインの魚種でいうとどんなのが取れるんですか？春はですね、高知室戸ブリとかってあると思うんですけど、はい、同じような、丸々した太ったブリが取れます。春はそれが一番推しですね。はい、で、通年になるんですけども、はい、鮮度がいい味、あとトビウオ、サバ、そんなんが取れて鮮度はすごくいいんで美味しいと思います。基本、定置ですか、ここは？そうです。基本は定置網がメインですね。じゃあいろいろ網に引っかかってる。そうです、そうです。はい。今の夏の季節だと何がメジャーですか？夏はやっぱりこのムジカですね。はい。これは400グラムぐらいあって大きいんですけど、これの小さいこれぐらいのサイズ、これが刺身にしたらすっごく美味しいんで、ぜひ食べてみてください。東京とかではちょっと鮮度落ちが早いんで食べれないんですけども、高知の地場で食べるとすごく美味しいんで。これカツオの一種ですか？そうですね。丸ソーダガツオと言いまして。ソーダガツオですね。はい、丸ソーダガツオと言いますね。ちょっとは小型ですよね。そうですね。小型のカツオです。可愛いカツオです。高知のカツオの特徴って、季節によりけりかもしれないですけど、なんかあるんですか？これはですね、やっぱ魚商林の質が違うと思います。理由はやっぱうちらのカツオの選別の度合いが全然違うんですね。はい、これは丸なんですけども、これをさばいて3枚におろして身質を見る。身質を見て、これ美味しいカツオ、美味しくないカツオって分けていって、いいカツオしか高知県出さないんで、そこが一番高知の売りかなと思います。魚自体でいうと鮮度の良さ、一本釣りなんで、一匹一匹冷やし込みがすごく早いんで、それが推しですね。そうですよね。めちゃくちゃ雰囲気いいっすね。
これが定置網の船ですね。ああ、で2艘で行くんですよね。いや、一艘ですね、これが1艘と、ちょっと今出とるんですけど、もう1隻これと同じのがいます。どうなんでしょう。これはセミエビってご存知ですか？やっぱ海に生かしとくんだ。やっぱあそこの水槽よりかはこっちの塩の方が質がええんで、僕らはこちらに置かさせてもらってますね。おお、でかっ。わかりますおーセミエビごっついですね。ごついですね。これ可食部ありますか？しいや、っかり。もうしっかりあるんですよ。うわこんな風にもう伊勢エビ言ったらはい。あんまし少ないんですけど、はいこのセミエビは過食がすごいあって、伊勢エビは絶対美味しいんでおすすめです。これも生で全然食べれるんです。食べれます。刺身最高です。1匹2万ぐらいするんで、おーはい、まあ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 。いいエビ。すごい、やっぱこの一匹のためにこんな厳重に厳重厳重ににもう監視カメラも仕掛けまくってはい、確かにそうです、すごい。それが先。あーいや、いいっすね。景色最高っすね。テンション上がるわ。ありがとうございます。ケイチの漁師さんはこっちを越えるんですか？超えますね。超えて、この赤点あると思うんですけど、はわかります？わかります。これが1個目の網で、こちらが2個目の網。小さい定置網がありまして、ここにもあって、ここが3社目かあるような感じですね。ちょっと見やすい。あ、いえいえいえ、ありがことうございます。うかな。はい。まあ夏の時期でいうと漁師さんは何時に出て何時ぐらいに帰ってくるんですか？夏の時期は4時に出ます。4時に出て8時から9時内で帰ってきます。あ、でもすごい穏やかで素敵な場所でやっぱ、これも今日買い付けて東京の百貨店さんに並ぶと思います。ご自身の魚屋さんのお客さんでいうとどういうところが多いですか？メインは売り上げでいうとメインは中央卸売市場です。高知のいや、関西です。僕はね、大阪です大阪です。はい。大阪に行くんだ。いや、こんな場所に会社があるんですか？来た。おお。馬詰造船所。かっこいい。お、怖っ。これ怖いんですけど。めっちゃ怖い。ちょっと来ないでください。失礼します。社長、これが何の船ですか？これマグロです。僕らのうちの会社。あ、これがマグロ。はい。これは。すげえな。こうなってるんですね。大体2人で作業するんですよね。はい。ここでこう。で、ここへその枝の縄がここにかかってて、はい。で、これを取ってかける人と、でここで餌を、ここに溶かした餌をここ全部置くんですよ。はいはいはい。で、餌をこう持って、これが餌を投げる機械なんです。おう。で、こう餌をかけて、踏んでる、踏んでる。で、大体それを16回ぐらいやったら、この浮き玉をつけて、はい。でこの浮き玉もその縄が深さがあって、短い時は15メートルぐらいになりますけど、深い時は90メートルぐらい浮き縄を深くして、深いところの魚を狙って、なるほど。要はその時場所によってやり方を変えてるんですね。でもその船員の方はここでその1年というか、まあ、途中で中継地ではあるけど、ここで暮らしてるんですもんね。そうです。ここの中がやり方。
あります。はい。シャワーも大体そのじゃあこれは海に中に入るんですね。これでがなんていうかレーダーみたいなものになるってことですか。呼び出しする。すごいな。これを流して丸いやつあれがアンテナになってて、それでキャッチするんですか。これは巻き取りの機械。ここはブリッジ船頭さんがはい。ここで船を操船と、岸壁まで回すけよ。ここはやってもらって。アーティお願いします。行ってください。行ってください。気をつけてね。下のところで寝泊まりする。今何人で行かれたんですか。大体10人ぐらい。日本人が3人、だから6人が3人。で今出発して彼らが次にここに戻ってくるのはいつ？1年後。1年。まあ大体その年間で15回ぐらいは入港はするんですけど、先に帰ってくることはもうそういうことですね。彼ら1年後なんですね、帰ってくるのが。同じ年後です。すごい壮大。次漁法は海縄です。海縄は何キロですか。大体15万メーターぐらい。それを大体10時間ぐらいかけて。15万メーター。何食べてるんですか、船の中で。船の中でね、いろいろ食べてますよ。大体焼肉毎日やってますね。へで菓子パンを200個ぐらい積んだりとか、カップラーメンもいっぱい食べますし、でコック長さんがインドネシアのところにいて、コック長さんが毎日いろいろ作ってで日本人の人が口に合わなかった日本人の人は自分たちで食料を買って日本人だけで作ったりしますね。シーチキン美味しい。なんか肉々しいですよ。ですね。これは何マグロ？うまい。クローカーはサチか。美味しい。うまっ。カンパチうまっ。唐揚げめっちゃうまいですね。ありがとうございます。衣もすごい美味しい。タコのお刺身、マグロ、上赤身、大トロ、箸のみでございます。ありがとうございます。思ったより柔らかいですね。そうです。もちもちっとしてますからね。うまっ。マグロうまい。マグロすごい味が濃い。おい。大トロやば。あこれが顎肉って言ってその喉についてる肉なんですけど、ほこれを高知で食べるのとだけ。そうですね。食感がすごい心地よい。漁師さんが結構好きで食べるんですけど、漁師はこれをエギの実って言うんですけど、いやうまいですね。マグロをごま油で食べるってやっぱり感覚ないじゃないですか。すごい新感覚だよ。マグロ、顎肉、赤身、鉢の身、中トロ、大トロ、カマトロでございます。
コリコリの食感。マグロなのにコリコリしてる。うまっ。ほぼ中トロ。うんまっ。うんまっ。これで中トロなんだ。うわ、すごい脂が。個人的には顎肉が一番美味しいです。本当におラーメンないですもんね。結構スルスルいけるけど。マグロの麻婆豆腐。めっちゃ優しい。マグロ使った麻婆豆腐なんてここでしか食べれないですね。本当にスペアリブだ。マグロのスペアリブ聞いたことない。でもやっぱ魚っすね。まあね、それがいい。あっさり食べれる。うまっ。うまっ。最高。やっぱこのほほ肉の食感が絶妙。所長、美味しいマグロ料理たくさんありがとうございました。すっごい美味しかったです。やっぱ高知イコールカツオのイメージがあったんですけど、高知でこんなマグロの、刺身とかお寿司だけじゃなくて、麻婆豆腐とか結構いろんな創作のメニューもいただけるっていうのがすごく個性的なお店だなと思ったんですけど、なんか社長にぜひ聞きたいのは、マグロの魅力って何ですか？マグロの魅力です。マグロの魔力って何ですか？魔力は、やっぱり生が一番美味しいっていう。それにやっぱり僕ら偏骨根なんで抗って、でもその素材をどう生かすかっていうことに重きを置いていろんな食べ方を提供して、いろんなこのメニューを積み重ねてきて今16年7年やってるので、その中で良かったものだけ残っていってる、また新しいものをどんどん作ってるんですけど、それはもう蓄積されたものを少しでもお客さんに楽しんでいただける。マグロってこれだけ可能性がある魚で、日本人が一番好きな魚だと僕は思っているので。そこをマグロって名前つけてやってますから、少しでもそこの楽しみ方を皆さんに提供したいなと。確かに普通の人からするとマグロって赤身、中トロ、大トロの、3つぐらいの部位しかないというイメージがあるんですよ。とか赤身とトロとか。でも今日もいろんな脳天のとことか顎とか、やっぱりなんていうかな、頭の先から尻尾の先まで過食部分は全然まだたくさんあって、それは食べ方によって全然美味しく食べれるっていう、生じゃなくてもっていう、それをいろいろ多分なんていうかね、マグロを知り尽くしてるからこそ、もちろん1頭自分で釣ってそれをそのままお店に回転寿司含めて卸してるんで、結構いろんな工夫ができるっていう、だからそれが強みですよ。そうですね。カラスミはやっぱり、高級店に行かせてもらうことも多いんですけど、基本的には大将がやっぱり冬の時期に一気に作って出すっていう、その自家製のパターンもあると思うんですけど、やっぱカラスミを加工してるというか作ってらっしゃる会社さんがそもそもあるんだっていうのがすごい、そうなんだっていう感じです。結構おせち料理の需要とかが多いんで、なるほど。そこで向けて、50年ぐらいはうちは作ってる感じです。全然、塩味がきつくないですね。そうですね。結構油の乗り方によって結構塩の入り方が違うじゃないですか。だからそこはもう長年調整していかないといけないんですけど、ギリシャ、イタリア、フランスとかでも作ってますよね。へえ。ローマ以前から食べてたらしいんですよ。でミイラを作る手法で真似て作った。ミイラあるじゃないですか。あれも塩で脱水するじゃないですか。あれでこれやってみるみたいな。これうまいやん。そうミイラの技術だった。そう最初は。日本でいうとさっき海外でいうと、もうエジプト時代のミイラの話されてたじゃないですか。日本でいうとかなり古い食べ物なんですか？豊臣の時代かなんかに長崎の奉行かなんかが、佐賀の奉行か長崎の奉行がカラスミを豊臣秀吉に献上したらしいんですよ。でその時豊臣秀吉が「これ何これ?」って言って真っ黒い塔の隅みたいなからカラスミってつけたらしいんですけど、その時は冷蔵技術もないから、それ食べた時に豊臣秀吉がうまくて
これ日本の三大珍味の一つにせえということでへえ。したっていう。あ、そういう逸話っていうかそういうあるんですよ。秀吉なんですね。何でも見てください。両刃の包丁やったらこう3層になってるものを使ったりとか、片刃やったらここでね、こういう鋼をつけるんです。はい。っていうような形です。でこれで見てもね、ほぼ一緒なんですよ。わかんない。親父さん、この高知っていうのは包丁作りに適した場所なんですか？なんでこの場所なんですか？ここはね、堺刃物の包丁をはい。 60年前から作ってるんです。へえ。刃物って大阪の堺ですか？そうそうおー。すごい火力ですね。ほんで、あれがね、80分ぐらいだったら、好きな、1200度以上なんで1200度。この鉄を真ん中を割って、これで鋼をこうやって中へはめ込んでます。サウナみたいな感じですね。はい。汗が止まんなくなってき飛ばなくて。た。はい。で、寿司屋さんの包丁はちょっと重たく作ります。重たいんですか？ちょっと重たい。へつなネタを切るのはこうやってスッて引くでしょ。え。はい。魚さんをこう切っていく。はい。それから薄くなかったら疲れるんですよ。そっか。で、魚屋さんにはこういう高級品は絶対ね、若い人には売られません。はい。なんでっていうのは洗ったいから。うん。寿司屋さんが丁寧に包丁を使うからね、はいものすごいいいんですけどね。いい包丁っていうのは、ええ分かりやすく言うと何が秀でてる包丁なんですか？値段じゃなくて、はいその素材を 100% 生き上がることができるからいい。で包丁買われるとしたらね、これどういう鋼ですかって聞いてね、安木工って言うたらね、安木でも2号3号2号1号ってあるんですよ。2号と1号は同じように切れるんですけど、3号になったら4段階から5段階下の包丁になります。だからまず鋼の種類を聞いて、焼き戻しの温度時間を聞いてやったら大体いいのが分かる。へみんな売る人は嫌うんですけどね、親指でこうやって押さえる。え。うわー、大丈夫ですか？こうやってはい。またダメな包丁はこれぷくっと持ち上がります。へえ。そんなして見分けるよりも方法ない。だからぷくっと触れるようなやつはね、もう取り扱わないと。これが曲がらないでしょ。こうやっても。やばい包丁はね、ここが持ち上がります。そういうのは切れ味はね、研いだ時は切れますけど、すぐ切れんようになる。で、みんないい包丁はね、砥石に引っかからないって言うけど、あれは嘘です。あれ焼き戻しをね、途中で上げてるんです。やってないんです。僕らが簡単に教えるのはもうそんだけですね。親さん、最後1個聞いていいですか？うんもうこの道60年っておっしゃったじゃないですか。それだけ続けられる原動力とか包丁作りのなんか楽しさっていうか魅力っていうか何なんですか？毎日が挑戦やね。毎日が挑戦。同じ材料を作ろうでもね、絶対に俺の製品は永久ことはないです。その日その日によってね、湿気が違うし、はい温度が違うし、体の状態違うでしょ。はい。絶対に俺の包丁は言い切れない。絶対にこの包丁はええなと思った収めた包丁は絶対クレームだから、その代わりね、いやーこの包丁は失敗作で嫌やなと思うのがものすごいええとこやな。はい。そんな時はもうわけわからんからあ毎日が挑戦やねん。それだけやってもまだこうつかめないで完璧に。完璧というのは絶対ないと思う。だからね、楽しくてね、終わりがない。終わりがない、ゴールがない。はい。だから今僕は83でしょ。ええ。それでもね、
若いのがやるよりもね、はい。自分でやりたいからおー、現役でバリバリでかっこいいですね。いやじゃあいつまでもお元気で。ありがとうございます。健康には気をつけていろいろ教えてくださってありがとうございます。じゃあちょっと聞いていいですか。はい船を作るところから、はいまあ、最終的な飲食店まで、はいもうずっと一気通貫でいろんな事業されてるじゃないですか。そうですね。一気通貫でなんでやってるのかっていうとあれですけど、なんかやっぱり自分たちのその強みを生かしていくためにどうしたらいいかって考えたらこうつながりができたんじゃないでしょうかね。本当最初は造船業だけはいずっとやってましたんでね、それをこうやっぱりお客さんが新しい船を作るためにどうしても船を下取ってもらいたいというところから、私どもの会社昭和62年できたんですけど、マグロで僕らも育ってきたし、こういう美味しいマグロはなかなか高知で食べれないんで、はいでこの須崎市って家族連れでご飯食べるとこほとんど今もそうですけどないんですよ。あでそういった意味もあってちょっとでもこうお寿司を敷居を低く、はい魚を敷居を低く食べてもらいたいっていう思いで始めたのが回転寿司ですね。で基本的にはそのマグロをちょっとこう広めていきたいなっていう思いがずっとあるので、まあ、それをこうできたらこの須崎市から発信をしたいっていうことでやってますね。おー、わ、なんかいいっすね。進行はこっちじゃない。これソーダガツオですか。そうそう。本当あんまりこんなん食わさんけどね。好きな間食べない。赤黒いっすね。そうそう、こんな感じで。おー、綺麗。これはさっきでも綺麗に取ってくる子やけね。はい。やっぱ早いな、さすが。油の乗ってます、乗ってそうっすね。油のっちゅうはあんまいかないで。ダメなんですか。ダメだ。あ、でもそっか。確かに。 500円。夏の時期はこの大きいカツよりこっちの方がいいとされてるんですか。そう、こればっかしは食わんねん、さっきは。カツオフレンなんで、カツオも綺麗なけんの、油なんて。はいはこれが当たる、この血上げ。いはいはいはいこの血上げ。はい。これはのけんて。これ定置網に引っかかるんですか。釣りですか。あ、これ釣り全部。あ、釣りなんですね。網にもかかるけど、網の方がいかない。やっぱ身が綺麗ですよね、うん釣りだから。ああ、うまそう。入れる。大盛りでうまそう。この氷敷いてあるはうちだけ。ああ氷を敷いてます。絶対うまいっしょこんなの。オッケー。はい、ありがとうございます。よし。はい。あ、塩をこう振ったら、ちょっと酸味が出る。これは何ですか、これ。これ琉球。あ、あ、ね。野菜ですか、これは。そうです。はい、ありがとうございます。何から何まで。でみかんするときにこうすったら種が落ちるわけ、うん、はい。こうすったら種が落ちるわけ、うん。上にやったらこうやったら種が全部どんどん落ちるの。
うまいブリブリうまっほんまこんなブリブリなカツオ全然違うっすね。これカツオやばいやばいこれうまいでしょ。やばい。うまいっすね。夏はもうこれと飯で十分です。最高っすねこれ。この食感は唯一無二だな。カツオじゃない。まっめちゃくちゃうまいです。これそうらほら。いやー来たー。そう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 これ来てきた。これですよ。絶対うまいじゃないですか。ちょっと一口いただきます。これで握りやったでね前にね美味しい。うわねうわここへ持って食感がすごいですよね。でもかなりあっさりしてます。みかんがね合い口そうそうあ。これがーマジでうまいですねこれ。こんな先中ではメジが売りますけど、ここでしか買わない。い。でも正直まさかこんな外観のところでこんな美味しいお刺身が食べれると。なかなかいやーこれはもう観光とか県外の人は絶対知らないですよね。朝須崎漁港でそうです上がってたやつですよね。そうです。それがここに来て今食べていただいた。これは夏もう本当真夏のこの一瞬しか食べれない。この7月ぐらいから9月ぐらいの2ヶ月弱ですかね、食べれる。でも現地のこの方はもうこの時期にもうメジカ高橋スーパーなんですね。高橋スーパーの高橋スーパーのおさむちゃんがもう須崎は一番って僕はもうずっと思っていや本当にすごかったです。ありがとうございます。はい本当最高のご馳走を今おやつでしかもいただけるっていうこの須崎の凄さ。 100g ぐらいあって大きいんですけど、これの小さいこれぐらいのサイズ、これが刺身にしたらすっごく美味しいんで。リーダーローも以前から食べてたらしいですえで今出発して彼らが次にここに戻ってくるのは1年後。1年毎日が挑戦やねん。毎日が挑戦。同じ材料を作ろうでもね、絶対に俺の製品は永久とかない。早いなさすが。うわーやば。うまそう。マグロの魅力って何ですか？この魅力、マグロの魔力って何ですか？魔力はやっぱり生が一番美味しいんで、日本人が一番好きな魚だと僕は思ってるので、そこをマグロって名前つけてやってますから、少しでもそこの楽しみ方を皆さんに提供したいなと思って、確かにマグロをちょっとこう広めていきたいなっていう思いがずっとあるので、それをこうできたらこの須崎市から発信をしたいっていうことでやってますね。美味しい魚って塩を薄く当てるだけでちょっと昆布をまとったような匂いになりますよね。